皆さんこんにちは。ゆりずマインドカフェのゆりです。このポッドキャストでは日本の文化や食べ物、時々心理学についてお話ししています。少し難しい言葉が出てくることもありますが、中級から上級の方のリスニング練習にも使ってもらえたら嬉しいです。さて、今日なんですが、今日はこちらです。皆さん、こちらは何か知っていますか？これは福袋と言います。福袋は知っていますか？多分ですが、全く同じ文化は他の国にはあまりないんじゃないかなと思います。福袋は日本のお正月の超定番と言っていいと思います。そんなイベントですね。だいたい1月1日から3日くらいまで百貨店とかファッションブランド、ジュエリーもあるかな。あとはコンビニでもあるかも。いろんなお店が福袋を売ります。この袋、箱の中にそのお店の服とかコスメとか食べ物とか雑貨とかそういうものがランダムに入ってるんですね。中身は買うまでわからないミステリーな仕様なんですが、だいたい買った金額の2倍から5倍ぐらいかな。それぐらいの価値のものが入っているので、かなりお得です。運試しでみんな買う人が多いですね。最近は中身があらかじめ分かっている福袋も増えてきているので、そちらも結構メジャーになってきていますね。今回のこの福袋も中身が公開されていたんですが、ちょっとね、みんなで楽しみたかったので、私は中身は見ないで買ってきました。で、今回私が買ったのが、どこの福袋かというと、こちら、ルピシアというお店の福袋です。ルピシアは紅茶のお店、日本の会社ですね。の紅茶のお店です。これを今日みんなで開けようと思って、実は1月2日に買ってたんですけど、今日までね、ものすごく我慢していました。やっと開けられます。楽しみなんですけど、すごく。早速開けてみましょうね。こんな感じで、ここにもルピシアって書いてますね。開けてみると、どうやって開けるんだろう。ちょっとお待ちくださいよ。いたたた。開きましたね。こんな感じです。よいしょ。いっぱい入ってますね。見えるかな？ちょっと動かそうか。よいしょ。中身は、結構珍しいものが入ってますね。これは、生姜な紅茶って書いてます。見えるかな？よいしょ。ここに生姜な紅茶。生姜をブレンドした紅茶ですね。これは日本っぽいですね。あとはクッキーとか、こちら見えないか。クッキーの香りとか、アップルティーもありますね。よいしょ。キャラメル味。よいしょ。マスカットもあります。ルピシアのマスカットのフレーバーはすごく美味しいです。私は大好きです。あとは、これはノンフレーバーティーですね。アフタヌーンティーとか、オレ、ミルクに合わせると、よいしょ、美味しい茶葉ですね。とか、あとは、リクサムブロークンとか、あったものありますね。たくさん入ってます。あとは、ロゼロワイヤル。これで終わりかな。
いっぱい入ってますね。楽しいです。よいしょ。皆さんは紅茶は飲みますか？私はね、結構好きなんですよね。なんかね、コーヒーも好きなんですけど、紅茶も大好きです。ルピシアは日本国内だと、まあまあ有名かな。うん。日本で特に有名な紅茶で言うと、TWG とかマリアージュフレールとかはまあ定番で有名ですよね。今回のこの福袋のタイプの紅茶は、よいしょ、今片付けていってるんですけど、紅茶はこんな感じで袋に入ってるタイプ、密閉された袋に入ってるタイプなんですけど、こんな感じで缶に入ってるタイプも売ってます。紅茶の缶は本当に可愛いですよね。これは、ここにいるのは馬ですね。今年の干支が馬なので、馬のブレンドがされた新春の紅茶ですね。これは、お店に行った時に試飲をやってたので、試飲で飲んだら美味しかったので購入しました。中を開けると、こんな感じで、すっごくね、いい香りがするんですよ。癒されます。こんな感じで、日本茶に、金木犀と柑橘がブレンドされてますね。この黄色いのが金木犀で、オレンジの茶色い皮が柑橘ですね。香りが本当に爽やかなんです。なんかね、どんな香りかっていうと、飲んだ時の感じは本当にこの、よいしょ、ここの絵の馬みたいな味です。なんか爽やかで、新春を駆け抜けていくみたいな、そんな感じの味がして美味しかったので、これも買いました。よいしょ。これは日本のブレンド茶ですね。私はかなり紅茶は好きですけど、日本だとコーヒーか紅茶だとコーヒーを飲む人の方が多い気がしますね。コーヒーを飲んでる姿の方がよく見ます。うん。皆さんは紅茶は飲みますか？どんな茶葉、どんなフレーバーが好きですか？私はアールグレイが一番好きなんですよ。今日はちょっと皆さんに聞いてみたいことがあります。日本だと、これは先に直しますが、日本だと紅茶が好きですと言って、アールグレイが好きなんですって言うと、紅茶好きの人からは、ちょっとね、鼻で笑われます。鼻で笑うっていうのは、簡単な言葉で言うと、ちょっとバカにされるみたいな感じですね。そう。本当の紅茶の美味しさはまだ知らないんだね、みたいな空気を感じることが結構ありますね。皆さんの国でも同じですか？アールグレイはフレーバーティーですよね。紅茶には香りがついているフレーバーティーと香りがついてないノンフレーバーティーがありますよね。で、日本ではこのフレーバーティーの地位が少し低いように感じることがあります。紅茶好きを名乗るなら、ダージリンとかアッサムとか、そういうどこの産地のどの茶葉が好きか語れないといけないみたいな空気があるんですよね。皆さんの国にはありますかね？どうだろう？ちょっと聞きたいです。私は紅茶が好きだなって思い始めてからもう10年以上経つんですけど、なんかね、20代の前半も25とか6の時も、今30代になっても、どの年代でもアールグレイが好きですって言うと鼻で笑われるんですよね。もちろん、美味しいよねって言ってくれる人もいるんですけど、結構なね、頻度で笑われるんですよ。これは日本の特徴かわからないですけど、好きっていう気持ちよりも、どれだけ詳しいかとか、
どれだけお金を費やしたかというのが重視される時がありますね。不思議ですよね。ちなみにルピシアはフレーバーティーの種類がとても豊富なんですよ。香りって気分を変えてくれますよね。いろんな香りの紅茶で毎日楽しく過ごせたら、私は結構それだけでも幸せになれるタイプなので、今回ね、ルピシアの福袋を買いました。ちなみにルピシアの福袋には3つのランクがあります。なんていうか知ってますか？上、中、下の3種類あるんですが、福袋はおめでたいものなので、上、中、下という言い方はしません。正解は小、竹、梅ですね。松が一番上で梅が一番下ですね。小、竹、梅はどれも縁起がいいものとされています。縁起物ですね。なんで松が一番上で梅が一番下かっていうのは諸説あるみたいです。はっきりした理由は分かっていないということですね。一つの説としては、日本に縁起物として定着した順番が松、竹、梅の順番だったという説がありますね。私はこの小竹梅のランク分けが結構好きなんですよね。おしゃれですよね。和食のお店でもコースのランクに小竹梅って使われていることがありますね。私が今回買ったこのルピシアのこの福袋は梅のランクです。本当は松を狙ってたんですけど、松と竹はすでに売り切れていました。残念ですね。来年はぜひ松を買いたいと思っています。最近の日本の福袋は事前予約ができるところも増えてきています。昔はね、お正月2日とかにお店に行ってみんな並ぶんですよね。で、お店が開店したと同時にわーっと入っていって福袋を買うみたいな、そんなイメージがあったんですけど、多分そういうのがあまり好きじゃない人が増えてきたんだと思います。それで予約制が増えてきたのかなと思ったりしますね。さて、今日はこんな感じで終わりたいと思います。福袋、いろんな味の紅茶が入っていたので、しばらく毎日楽しい時間が過ごせそうです。楽しみですね。皆さんの国には福袋に似た文化はありますか？日本に住んでいる方は今年福袋買いましたか？やっぱり紅茶好きを名乗るならノンフレーバーティーでしょうか？よければ皆さんの考えを教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。